俺は両親と妹、そして弟の5人家族で暮らしている。両親は小さいながらも地元で愛されるスーパーを営んでいて、毎日忙しく働いていた。長男である俺は、忙しい両親の代わりに、妹や弟の面倒を見ることが多かった。大変ではあったけれど、いつも面倒を見てくれてありがとう、助かるよ、と、両親が笑顔で褒めてくれるから、頑張れたものだ。しかし俺が小学校を卒業する頃に、両親の営んでいたスーパーは潰れてしまった。大手スーパーや複合施設が近くにできたため、そっちにお客さんを取られてしまったのだ。潰れないようにと、必死で経営を立て直そうと頑張った両親。しかしそんな努力も虚しく、多額の借金を背負い、スーパーは潰れたのだった。両親は何とか仕事を見つけ、借金を返しながら俺たちを育ててくれた。だけど本当に生活は苦しくて、みんなが当たり前のようにお小遣いをもらって好きなものを買っていたけれど、俺は当然お小遣いなんてものはなかった。欲しいものがあったとしても諦めるだけ。それだけ苦しい生活なのに、両親は決して笑顔を絶やさなかった。いいか、ケント。うちは確かに貧乏だけれど、何も心まで貧しくならなくていいんだ。お金がないからといって、気持ちまで暗くならなくてもいいのだと、俺に教えてくれた両親。工夫次第で、心を豊かにできるのだと、いつも話していた。それは、クリスマスの時のこと。忙しい合間を縫って、俺の母はクリスマスケーキを前日から作ってくれていた。プレゼントは手作りの手袋やマフラーといったもの。まだ小さい妹や弟たちには手作りのぬいぐるみが送られていたものだ。仕事をしながらこうしたプレゼントを用意することは容易なことではないはず。手作りで温かい母からの贈り物に貧乏だとしても、決して心まで貧しくなることはなかった俺だった。俺は中学の進路を決める頃には、中卒で働きたいと決意していた。もちろん友達のほとんどは進学するのだけれど、俺の決意は固い。当然両親や先生は、進学した方がいいんじゃないのか、と反対をした。だけど俺にとって大事なのは、勉強や将来のことではなく、家族なのだ。大切な家族を守るためにも、早く家計の支えになりたいのだと、両親や先生を説得した俺。両親は涙ながらに、感謝していると言い、先生も就職先を探してくれると応援してくれた。就職先を探すのはかなり大変だった。片っ端から電話をかけて、雇ってくれないかと聞いてくれた先生には、本当に感謝している。ようやく見つかったのは接客業で、礼儀作法に厳しいところ。特にここの若女将であるひろこさんは、とても仕事に厳しい人だった。安江くん、ここの机、もっと丁寧に拭いてくれる？お客様とすれ違うときは、きちんと会釈しないとダメよ。などと、毎日細かいところまで注意された。しかしそれも、中卒である俺が立派な社会人になるためなのだと思い、注意されたところはしっかり直すように心がけた。今は必死に目の前の仕事をこなすだけだけど、いつかはひろこさんにも褒められるような仕事がしたい、と思うようになっていった俺だった。そうして中卒で働き始めてから8年。23歳になった俺は、新人教育を任されるまでに成長していた。
接客で大切なのは、常にお客様が心地いい空間を作ることだと教えている。お客様が喜ぶ顔を考えながら働くと、気持ちのいい接客ができるのだとも、俺は言う。それもこれも、若女将であるひろこさんが教えてくれたこと。中卒で働くことが不安でもあった俺を、こうして成長させてくれたひろこさんには、感謝しかない。それに両親の借金も、ようやく返済のめどがついてきた。幼かった妹や弟も高校生となり、バイトをしながら家計を支えてくれるようになっていた。まだまだ裕福とは言えないけれど、それでも家族みんなが元気に暮らしている。ここまで頑張ってきてよかったな、と思う俺。そんな俺に思いもよらない転機がやってきたのだ。それは昔から顔なじみの常連客である森本さんからの誘いだった。安江くん、君の頑張りはいつも若女将から聞いているよ。なあ、もしよかったら、うちで働いてみないか？突然の誘いに戸惑う俺だったが、実は前々から若女将には打診していたのだと森本さんは説明する。森本さんはリノベーション事業に携わっており、そこで大事なのは依頼主との信頼関係なのだという。君の心地いい接客を見ているとね、きっと依頼主とも素敵な関係を築けるんじゃないのかって思うんだよ。どうやら森本さんはかなり俺のことを気に入ってくれているようだ。俺としてもここまで自分のことを高く評価してくれるなんて正直嬉しくて仕方ない。ひろこさんに相談すると彼女はこう返してくれた。安江くんがいなくなるのはもちろん寂しいわ。でもね、ここまで成長した君ならきっと森本さんの期待に応えられると思うの。そう優しく俺の背中を押してくれたひろこさんの言葉に胸が熱くなった。俺を信頼してくれる人たちのためにも頑張りたい。こうして俺は森本さんの誘いに乗って転職したのだった。転職してから5年。俺は28歳となり、リノベーション事業部で頑張って働いていた。これまでとは全く違う業種に戸惑いがなかったわけではない。しかし先輩に教えてもらったり、自分でも勉強を重ねたり、とできるだけ努力してきた。そんな努力の甲斐あって、最近は個人経営の店舗リノベーションにも立ち上げから参加させてもらっている。実は今も先月から立ち上がったプロジェクトチームで飲食店のリノベーションについての会議をしている。しかし俺に対し、なぜか風当たりが強い人がいるのだ。それは、隣の部署の主任である小坂さん。小坂さんは、名門と名高い大学を卒業して、この会社に入社してきた。学歴を重視する小坂さんにとっては、中卒の俺と同じプロジェクトチームなのが、どうも気に入らない様子。会議で意見がぶつかろうものなら、中卒にはわからないだろうけれど、と、俺の学歴がないことをネタに、馬鹿にしてくるのだ。これまでも、こうして馬鹿にしてくる人たちには、幾度となく遭遇してきた俺。だから本気で怒ることはないのだけれど、やっぱりそう言われるのは気持ちのいいものではない。ただ、小坂さんは仕事には一切妥協しない性格で、その仕事ぶりは尊敬もしている。とにかくプロジェクトチームの雰囲気を悪くしたくない俺は、そんな小坂さんの嫌味に耐えながら仕事をするのだった。そんなある日のこと。プロジェクトチームで店舗関係者に対し打ち合わせを兼ねた接待をする話が持ち上がった。親睦を深め、より信頼関係を強くするためにと考えたわけだ。当日向かったのは、俺たちの会社が以前リノベーションを手掛けた高級料亭。
有名人がお忍びで訪れるという隠れた名店で、予約も1ヶ月待ちが当たり前の人気店だった。実は今回の場所を手配したのは俺だったのだが、別の取引先との打ち合わせが長引いたため、遅れて参加することとなった。少し遅れて到着した俺は、慌ててその席へと向かい、頭を下げる。遅れてしまって申し訳ありません。すでに店舗関係者には遅れることを伝えてあったため、大丈夫ですよ、と笑顔で返してもらえた。しかしここで、小坂さんはこう言ったのだ。中卒の分際で遅れてくるなんて、いい根性してるな。びっくりして顔を上げると、小坂さんがニヤニヤと笑っていた。どうやら俺が来るまでの間に、すっかり出来上がってしまったらしい。小坂さんの言葉に、また始まった、とうんざりしているのは、俺だけではなかった。プロジェクトチームのメンバーも、店舗関係者も、小坂さんからの俺への風当たりが強いことを知っているのだ。酔った勢いもあるのか、小坂さんの嫌味はさらに続く。お前知ってるか？ここは有名人御用達の高級料亭なんだ。だから中卒の場違いがいると、みんなの気分も悪くなるんだよな。というわけで安江、お前は帰っていいよ。いくら酔っ払っているからといって、さすがに帰れというのは、俺でも腹が立つ。それに、周りの空気もすっかりしらけてしまっていた。そこまで言われるなら、わかりました。帰ります。これ以上ここにいたら、他のみんなにも迷惑がかかりそうだと思った俺は、そう言って席から離れようとする。その時だった。お客様、一体何をおっしゃってるんですか？そう言いながら、この高級料亭の女将が顔面蒼白で入ってきたのだ。青ざめたその顔は、静かに怒りを抑えているかのようにも見える。彼は、中学を卒業してからずっとここで懸命に働いていたんです。皆さんが青春を謳歌していた時も、彼は家族のために本当に頑張っていたんですよ。ひろこさん。そう。実はこの高級料亭は、かつて俺が中卒で働き始めた場所だったのだ。若女将だったひろこさんも、今では立派な女将となり、この料亭を切り盛りしている。森本さんに誘われ転職した俺だったが、お世話になったこの料亭には、仕事終わりや休日に、時々顔を出してもいた。お店が老朽化してきて、改築を考えた時も親身に相談に乗ってくれて、今こうしてここが繁盛しているのは、他でもない、安江くんのおかげなんです。まっすぐに小坂さんを見つめ、そう話したひろこさん。自分を立派な社会人に育ててくれたのは、間違いなくこの場所だと思っている。だからこそ、ひろこさんの言葉に胸が熱くなった。しかし小坂さんは、それでも俺に声を荒げてくる。だけど、中卒は中卒じゃないか。学歴もないのに、俺の言うことが聞けないのかよ。と。するとここで、いい加減にしないか、という声が聞こえてきた。振り向くと、そこに立っていたのは、森本さん。俺を引き抜いた恩人であり、今勤めている会社の社長でもあるのだ。当時は気さくなおじさんだと思っていたが、後から社長だと聞かされて、驚いたものだ。しかも森本さんは、俺が入社してからも、いろいろと気にかけてくれた優しい人。休日には俺を自宅へと招いてくれたりと、これまで何度もお世話になっている。そんな森本さんの登場に、さすがに小坂さんも慌てた様子。社長！いや、つい気が大きくなってしまって。必死で取り繕う小坂さんに、森本さんは静かにこう言ったのだ。学歴とか聞こえたが、安江くんはそれを努力で必死にカバーしてきた人間だ。
うちの娘の婚約者でもある彼を、これ以上侮辱するのはやめてもらいたいね。森本さんの言葉に、小坂さんだけじゃなく、プロジェクトチームのメンバーも驚いてポカンとしている。思わぬ形でバレてしまったが、実は来年の春には、森本さんの娘であるミクと結婚する。何回か森本さんの家にお邪魔するうちに親しくなり、お付き合いが始まったのだ。ミクは森本さんの娘なだけあって、本当に気さくで素敵な女性だ。俺にはもったいないくらいだと思うけれど、森本さんも結婚には喜んでくれている。社長令嬢と結婚と聞き、言葉が出てこない小坂さん。しかししばらくすると、悔しそうな表情でこう言い放ったのだ。どうしてお前みたいな中卒が勝ち組になるんだよ、と。小坂さんは諦めたようにうなだれると、学歴が全てだと親に言われ育ってきた。小さい頃から友達と遊ぶことを禁じられて、必死で勉強してきたのに、名門大学に進学するも、就職が決まらず、親のコネでこの会社に入社した、と言った。俺は親から、いつもお前だけは出来が悪い、と言われて育ってきたんだ。だから必死で勉強した。何もかも我慢して。それなのに、どうして頑張ってきた俺が報われないんだよ。そんな小坂さんに、俺は静かにこう言う。頑張ればそれを評価してくれる人は、絶対にいますよ。少なくとも俺は、あなたのことは正直苦手だけれど、仕事に妥協しない姿は尊敬しています。俺の言葉に、はっとしたように小坂さんは顔を上げた。その一件以来、小坂さんは俺に対して嫌味を言うことはなくなった。もちろん会議では相変わらず意見がぶつかることもあるけれど、以前よりも仕事が進めやすくなったのは確かだ。そして、ひろこさんのお店で打ち合わせをしていた店舗のリノベーションも無事終わり。今日はその店舗のプレオープンイベントに、俺や小坂さん、プロジェクトチームのメンバーらが参加している。何度も打ち合わせを重ねて無事に完成した店舗は、かつての面影を残しつつ、機能的に生まれ変わった。毎回本当に大変だけれど、新しく生まれ変わり完成した姿を見るこの瞬間は、頑張ってよかったと、充実した気持ちになるものだ。もちろんそれは、プロジェクトチームのメンバーも同じで、メンバーたちと感慨深くなっていたところに、森本さんの姿を発見した俺。声をかけると、森本さんは笑顔で俺の肩を叩く。今回もいい仕事したじゃないか。安江くん、君は自信を持っていい。学歴のことを言われたって、君より努力している人を僕は知らない。これからも期待しているよ。そう言いながらバシバシと肩を叩く森本さんに、改めて胸が熱くなる俺。こんな風に、周りに俺を認めてくれる存在がいることに、心から感謝したいと思うのだった。森本さんとのやりとりを終え、俺は壁際で少し休憩をしていた。すると少し離れたところで、小坂さんが関係者と話をしている声が聞こえてくる。今回は本当にありがとうございました。そうにこやかにお礼を告げる関係者に、小坂さんはこう言う。いや、俺なら安江に言ってください。私はあくまでサポートしかしていませんから。俺が聞いているなんて、きっと夢にも思っていないのだろう。小坂さんのその言葉に、思わずつぶやいてしまう。やっぱりこの人、嫌いにはなれないな。今度、小坂さんを飲みに誘ってみようか。そんな風に思うのだった。